これは電子区物量アが、インフラ整備をするお話その4.1です。前回及び前々回の動画は、掘ったて小屋の柱の立て方をレクチャーしました。今回は柱に合板を打ち、耐力壁を作っていきます。前回は穴を掘り、天井基準に水平を出しつつ、柱を固定したわけです。それを原理的に、前回述べたわけなんですけども、今回は写真を中心に説明していこうと思います。僕自身実際にやったものなので、本当は、その建築作業とかを動画で見せたかったわけなんですけども、モザイクとか入れまくらないといけないので、現状難しいものがありました。静止画の方が個人情報とか、売りやすいっていうのもあります。さて、前回の動画で説明した件なんですけども、その基準となる杭をまず固定します。木工が好きな人たちにはおなじみの F ランプを使いますね。まずはこの F ランプで基準となる、柱を、仮に固定しておきます。で、なんていうんですかね。自分の体とか、あとは、その小屋の仕様に合わせて、しっくりくる天井の高さっていうのを考えて、で、それで、位置決めをするわけです。そして、それが完了したら、コーススレッドで固定します。コーススレッドっていうのは、ネジの一種です。ドライバーで着脱できるっていうのが、嬉しい感じですね。英語では、コーススレッドといい、発音があれですけど、要は、粗いネジ山という意味になります。で、これは、そうですね、熱処理された、硬い素材なわけです。それなので、引っ張り強度もかなり強いわけですね。釘とかに対して。単純な釘打ちに対して、コースレッドっていうのは、板とかを締結させる力が、圧倒的に強いわけですね。ネジなんで。横に加わる力、すなわち先端力っていうのには、弱いわけです。鉄釘とかだと横方向に立つとぐにゃって曲がったりするわけなんですけども、このコースレッドっていうのは、パキンって割れる感じで破断する、割れるので、あとは、そうですね、下穴なしでも打てるように、コースレッド自体の直径が細めっていうのも、その先端力という点では心配ではありますね。そうですね、話を戻します。まず、その基準となるその柱ですね。これをまず立てて、で、次にその隣り合う柱を立てていきます。前に動画で示したように、その天井側で水平を出していきます。で、そのために、柱に印をつけるわけなんですけども、その印は天井を支点として測定します。また、間違いにくいように、シンプルな値ですね。で、これにするといいと思います。で、そして柱の石にコーススレッドを打つんですけども、コーススレッドを打つのはその角材が、引っかかるようにするためですね。で、そして角材を横に這わせて、水平とか垂直、円直を出していくことになります。この時、隣り合う、その柱を、クランプで仮止めすると、いいわけです。この時、杭に対して、杭が入っている穴ですね。これを緩めにしておくと、水平とか円直の調整が、かなりはかどります。そして、穴が緩い状態で、その柱の水平とか円直が出たら、杭を入れてる穴にその砂利を詰めていきます。あと砂場ですね。それをやりつつ、それやった後、また水平とか円直を見直してみます。わずかにずれると思うので、そのずれがあったら、叩くなりなんなりして微調整します。そして、望む精度が出たら、そのコーススレッドでがっつりと、柱と、杭を締結させて、しまいます。途中経過なくても申し訳ないんですけども、こんな感じですね。ある程度、柱を立てたら、柱同士を、合板で固定します。そうすると柱がずれにくくなるわけですね。ただ、この注意点なんですけども、あくまで、柱を合板で、固定するわけです。
例えば、この時、杭に、合板と杭をこう、締結したりしてしまうと、後で、泣くことになるので、やめましょう。そうですね。あとは、合板なりなんなり部材でこう、柱を固定するときに、その寸法を、天井を基準にして、取り付け位置を決めるということです。これかなり重要なんで、頭に入れておくようにということです。この時は、まだ仮付けなんで、合板と柱はこうスレッドで固定することになります。で、柱をすべて立てて、そこで立った柱を合板で、固定すれば OK です。あとは、それと並行して、小屋のドアを取り付けるために、門を作るわけなんですけども、門のその材料を防腐処理したりするわけです。でそして、材料が乾いている間に、柱にこう、梁を固定していくわけですね。で、これはもう単純にこうスレッドで固定するといいと思います。そして、柱も立ち、梁も取り付けたので、ここからは耐力壁の、貼り付けになります。その前のプロセスで、いくら、柱の水平とか延長を出したとしても、木材なので、反りとかたわみとか、そういうのがミリ単位の誤差が出るのは必須です。それなので、合板を貼り付けるときに、その柱などのズレを補正しつつ、固定していくことになります。しかし、一人作業が前提なので、それ専用のジグとかを作っておくと、作業が確実だと思います。あと、そうですね。ウィンチとかチェーンブロックとかそういう工具があると作業効率が上がりますし、何より安全に作業はできると思います。僕は横着しても使わなかったんですけど、絶対あった方がいいなって、その時思いましたし、今も思います。あと、そうですね。命綱とか安全帯、ヘルメット、これらも買っておくと安心ですね。特にヘルメットは必須だと思います。あと、先ほど固定した梁になるんですけども、これはいわゆる小梁と言います。小さい梁です。で、この小梁の上にその大梁という、流れ方向ですね。これに相当する部材を固定していく予定になります。今回は、一人作業に特化しているので、使用する角材の長さは2メートルを上限としています。あれですよ。だって、4メートル、5メートルある角材とかを、脚立とかはしごの上で振り回すのって、怖いですよ。めっちゃ怖いですよ。それなので、2メートルの材を交互に重ねていく、ということで、大梁を作っていきます。で、そして、翌日なわけですけども、ドアを取り付けるための、門を作っていきます。なんというか、現場の整理整頓は重要ですね。で、さて、門を作るのですけども、このような時に、台があると便利なわけです。現場ではこういう感じの台を馬なんていうわけなんですけども。で、台の上で防腐処理した、角材同士を締結し、これで門を作っていくわけです。今回の、建築物っていうのは、床がなくて、土間がむき出しになっているので、この門はこの字型になります。で、これを取り付けることで、柱の全周囲が固定されるわけです。さて、お次は、大梁の作成です。大梁ですけども、先ほど言ったように、2メートルの角材を交互に重ね合わせて固定していくことで長さを稼ぎます。で、作業風景はこんな感じですね。で、天井に合板を合わせて上に登って、その角材を打ち付けたりとか、あとは、脚立で上半身だけこう乗り上げて角材を打ち付けたりするわけですが、そうですね。とにかく安全な方法を選びましょう。この段階で屋根によじ登ると、すごいグラグラします。やめとくのが無難ですね。楽しいっちゃ楽しいんですけど。そうですね。やることは割と単純なので、どんどん作業を進めていきます。そして、その耐力壁の製作になるんですけども、ここからはヘッドマウントカメラの撮影が増えます。まずは、長手方向の上側の外壁、これを貼り付けていきます。打ち付けていきます。スタンバってる工具くんたちを吟味して壁を作っていくわけなんですけども、こんな感じで脚立を立てかけてよじ登ります。で、構造上、大梁と小梁と、あと柱を合板で、固定締結するわけなんですけども、必ず、寸法のチェックっていうのをするべきですね。そして、合板の取り付け位置に印をつけて、置くわけです。で、
まあ、荒材にありがちなんですけども、まあ、樹脂の塊なんかは取っておくといいです。まあ、そして、まあ、そうですね。印をつけた高さに、釘などを打ち付けます。まあ、これは、その合板を立てかけるためにやるわけです。で、これをどんどんやっていきます。そして、その合板を釘の上に乗せるわけです。で、まあ、位置が合わないときは、柱とか角材を叩いて、まあ、調整しましょう。で、そして、コーススレッドで、その合板と柱を、あと梁を仮止めします。まあ、その結果なんですけど、まあ、これは、まあ、この誤差は許容できませんね。まあ、これを修正するために、左右の合板を付け直しました。まあ、今思えばなんですけど、まあ、合板と合板の、その付け合わせ部分を基準に、まあ、合板を、その部材とかを貼れば効率的だったなーって思ったりします。うん。で、まあ、そして、単手っていうんですかね。まあ、短手、わかりませんけど、まあ、単手方向の、多分短手だな。短手方向の上側の壁に、その合板を貼ります。で、まあ、まずはその切り欠きの寸法を測定します。で、それをメモして、そして気書きを行います。まあ、そんでもって、切り欠きの切断に入ります。で、まあ、切断した時にはもう気が暮れていたわけですね。まあ、その以降の、まあ、この画面がちょっと色がおかしいのが、まあ、その画面が見えるように、その明度とかサイドとかを、まあ、調整してるからですね。このようなシチュエーションの場合なんですけども、まあ、個人的にはレシプロソを使います。まあ、ジグソーとかもまあ便利な道具ではあるんですけど、レシプロソは何よりこう手元とかあと刃先が見やすいっていうところが結構好きですね。あと、まあ見た目も好きです。うん。まあ、その先ほどの切り書きなんですけども、まあ、結局、まあ僕が寸法誤差をやらかしたので結局やり直しということです。まあ納期がなくてよかったです。まあ、以上がこの一人作業に特化した、まあ小屋の作業工程になります。まあ、参考になりましたかね。まあコロナでこう人との関わりが自粛されているからこそ、まあ改めてこう自分がやりたいことを見つめ直す、まあというのに時間を費やすのもいいのかなって思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。